こんにちは、エクスプロンです。エクスプレッションでモーション制作を最適化するコーチです。今回はランダムな動きをコントロールする上で欠かせないシードランダムについて解説します。以前のリグレやランダムのレクチャーでも少し触れましたが、今回は一歩踏み込んで、その仕組みと実践的な活用術を深掘りしていきましょう。エクスプレッションで編集の可能性を拡張しましょう。Let's optimize your After Effects workflow. シードランダムメソッドはランダムな結果に再現性を持たせるための機能です。シード値を固定することで何度実行しても同じランダムパターンを作り出します。このメソッドには2つの引数があります。シード値、パターンの割り当て番号、タイムレス、第2引数は時間の経過とともに値を変えるかどうかを決めるスイッチ。ここにはフォルスかトゥルーの新規値の値を指定します。それでは解説用のコンポジションを作成します。サイズ 1080×1080、 楕円形ツールをダブルクリックして100×100 の正円を作成し、その1プロパティに以下のエクスプレッションを記述します。ランダムメソッドでランダム00 1080 と書きます。最小値 x0y0 から最大値 x1080 y1080、 これだけではマイフレーム激しく位置が入れ替わる動きになります。ランダムの上にランダムを制御するためのシードランダムを追記します。エクスプレッション言語メニューからランダムナンバーズ、シードランダム。とりあえずシード値をインデックスにします。インデックスとは各レイヤーのインデックス番号のことを表します。この場合はインデックスは1になります。シードランダムはデフォルトでタイムレスがフォルス、日本語で直訳すると時間に縛られないが間違いなので、つまり時間に依存して変化するという意味になります。結果としてマイフレーム激しく位置が入れ替わるランダムな動きになります。次に値を true に書き換えてみましょう。ランダムで選ばれた1点から動かなくなりました。true は日本語で直訳すると時間に縛られないが真実なので、つまり時間が経過しても変化しないことを意味します。実行するとランダムに選ばれた1点に固定され動かなくなります。タイムレスイコールは省略できます。第2引数を省略した場合は自動的にフォルス、マイフレーム変化するとして処理されます。ここで疑問が湧くかもしれません。1点に留めておくだけなら普通に手動でレイヤーを動かせばいいのではと思うかもしれません。これはどのような時に役立つのでしょうか。例えばこのシェイプレイヤーをコンポジション内にランダムに100個配置したい場合はどうでしょう。100個複製して100回手動で位置を調整するのは膨大な手間がかかります。ここでシードランダムの出番です。コマンド D で100回複製するだけでランダムにシェイプレイヤーを配置できます。同じデザインやロゴなどを不規則にランダムに配置したい場合などに便利です。次にテキストを使って実践してみます。新規コンポジション、サイズは 1920×1080、カメラを配置し
起動ヌルを作成します。空のテキストを配置し、パラグラフを中央揃え、3D レイヤーにします。ソーステキストにエクスプレッション、ポスタライズタイム=6、マスドットフロアランダム0から 9.9 閉じる、1秒間に6回0から9をランダムで表示します。ランダムを固定するためにシードランダムインデックスカンマトゥルー、ランダムに選ばれた数字が変化せず固定されました。コンポジションの中央から 3D 空間でのボックス内にランダムに表示させたいと思います。起点となるヌルオブジェクトを作成、名前をセンター、3D レイヤーにします。テキストのトランスフォーム1にエクスプレッション、変数 p にセンターの位置を代入します。位置は配列なので配列で最終書き出しします。p イコール線のポジション、 p0、 p1、 p2、 センターに紐付けられました。仮でランダムで一辺600ピクセルのボックス内に表示させたいので、ランダム最小値をそれぞれマイナス300、最大値をそれぞれプラス300、ポスタライズタイムで1秒間6回表示にします。シードランダムでランダムに選ばれた1点に固定します。テキストに書いたエクスプレッションをコントローラーで制御したいので、センターにエフェクトのエクスプレッション制御をかけます。チェックボックスとスライダー制御を2つかけます。チェックボックスの名前を False True、 スライダー制御の名前をレンジポスタライズタイム、テキストのソーステキストのエクスプレッションのシードランダムのタイムレスの引数をピックウィップでチェックボックスに紐付けます。チェックがないとフォルスになりランダムな動きに、チェックを入れるとトゥルーになり固定されます。ポスタライズタイムの引数をピックウィップでエフェクトのポスタライズタイムのスライダーを取得、1秒間の回数をスライダーで制御できるようにします。スライダーの値を6にします。1のエクスプレッション、シードランダムのタイムレスの引数をピックウィップでチェックボックスに紐付けます。変数 R にレンジのスライダーを取得、ランダムの最小値と最大値の数値をすべて R に置き換えます。これでスライダーで範囲を制御できるようになりました。テキストをコマンド D で複製すると、指定した範囲内にランダムで数字が配置されます。
数字が常にカメラに正面に向いてほしい場合は、テキストレイヤーをすべて選択して、レイヤー、トランスフォーム、自動方向にカメラに向かって方向を設定にチェックを入れます。もちろん、エクスプレッション制御でキーフレームアニメーションをつけられますね。今回はシードランダムについて解説しました。一見、値を固定するだけの地味な機能に思えるかもしれません。しかし、省略可能な引数を深く理解することで、より高度なアニメーションへと昇華させることが可能になります。モーションは制御できる。See you next optimization.